兵器の支援をしなくなると、残念ながらウクライナはロシアが今抑えている地域を取り返すということができなくなります。ナワリヌイさん暗殺されたんだ。ロシアのプーチンさんのライバルと言われてる人ですよね。素敵な人だったので直でムーブメント起こると思いますか？思いません。そうか。その結局プーチンさんに反対する人は粛清されるというのはそういう国なので、他の国であればじゃあそういうことをやるようなライバルが殺されるような国は良くないよねっていうので、なんかメディアが騒いだりクーデター的なものがあったりっていうのが他の国だとあるんですけど、ロシアはありません。なのでプーチン大統領盤石というのは変わらないんじゃないかなと思いますけど、こうなってほしくはないなと思ってはいるのですが、今のところ僕がこうなるだろうなと思っているのが、バイデン大統領とトランプ大統領が選挙でぶつかった時にトランプ大統領が勝ってしまう可能性がかなり高いと思っています。でそれはアメリカの IT 企業とかめちゃくちゃ儲かってるとか儲かってるんですけど、アメリカの庶民ってそんなに生活今豊かではないんですよ。物価も上がってしまったりとか失業してしまったりとかで、その IT 系とかであれば全然給料高いんですけど、そうじゃない人っていうのはどんどん仕事がやってるよねっていうところで、そこでじゃあこの不満をどこに向かうべきなのかっていうと、割とバイデン大統領良くないよねという方向に向かってるんですよ。でバイデン大統領がウクライナにバンバン兵器を上げてますっていうので、その金俺たちに回せよっていう風に思ってるアメリカ人もやっぱりいっぱいいるんですよ。今日本が外国にお金あげないでどこかに配りよって言ってるのと同じで、まず俺たちの生活なんとかしろよ。でトランプ大統領が、トランプさんが大統領になったとしてもアメリカの景気が悪いのはあまり変わりません。変わらないのですが、ただ今のバイデンさんをひっくり返したいと思う人は大勢います。でじゃあ共和党でトランプ以外の人が勝つかっていうと、残念ながらトランプさんと戦って勝てるほどの存在感がある候補が共和党にはいないので、バイデンさんとトランプさんがぶつかった時には僕はトランプさんが勝つしかちょっと今の状況では思いつかないよねっていう感じでいます。でトランプ大統領はウクライナに対しての兵器支援はしないと明言しています。なのでアメリカが兵器の支援をしなくなると、残念ながらウクライナはロシアが今抑えている地域を取り返すということができなくなります。攻めてくるロシア兵を止めるというのはウクライナの人たちはできるんですけど、相手が守ってるところを攻め込んで土地を取るってめちゃくちゃ大変なんですよ。で戦車ないとやっぱできないよね。でも戦車アメリカもそんなに支援してないので難しいよね。で兵器もどんどん減ってるよねという状態なので、ウクライナが多分もうロシアに取られたところというのを取り返すことができずに、でウクライナ自体も疲弊しているので、結果としてそれで一時停戦という形に多分なるんじゃないかなと思います。で一時停戦という形なんですけど、ちなみに朝鮮戦争も今一時停戦中なんですよねなのでウクライナとロシアというのは一時停戦と言いながら、そこでもう国境のようなものが引かれてしまって、結果としてロシアは領土を増やしたよね、さすがプーチンだよねというのがロシアの中の世論になると思います。でそれは他の国から見たらそうじゃないように見えるかもしれないですけど、ロシアの中ではそういう世論が作られます。なので結果としてプーチン大統領すごいよねということになって、プーチン大統領を下ろそうっていう動きにはならないんじゃないかなと思います。なのでロシアみたいな大国が弱小国を攻めたらそれいかんよねっていう風なのを EU なりアメリカなり国連なりっていうのがやるべきだというのは正義としてはそうなんですけど、でも力を持ってるところがやったら制限できないよねっていうのはもうウクライナでも証明されたし、イスラエルとガザ地区でも証明されてると思うんですよね。ガザ地区に対してイスラエルがやってる行為っていうのは、それはその人道に基る行為だよねっていうので、国際司法裁判所でイスラエルはじゃあそういうのをやめてくださいっていう決議はされてるんですよ。でも強制権はないので、アメリカとかもイスラエルに対して何かしようぜっていうのでアメリカは確か拒否権発動したのかな。なのでイスラエルに対して国連っていうのは何もできないっていう状態だったりするので、なのでロシアに対しても何もできないっていうのは変わらないと思うので、ロシア自体が拒否権持ってるからね。なので強いものは強い、弱いものはもうずっと蹂躙され続けるっていう昔ながらの弱肉強食という歴史にまた戻るんじゃないかなと思うんですけど、人類の歴史の中で弱肉強食じゃなかった時代っていうのが、第二次世界大戦が終わった1940あれ45年で終わったんだっけ。で45年でちょうど80年間、80年ぐらいは割とたまたま民主主義的なもので正義というのが守られるっていう時代もあったけど、やっぱり人類の歴史でいくと強いものが勝って強いものがルールを作って弱いものはそれに従うっていうのが人類の歴史ずっとそれが続いてきたんですよ。ここ80年間ぐらいなんかいい時代だったよね、でもそういう時代終わったよねっていうことになるんじゃないかなと思います。
日本はいつ頃戦争に巻き込まれると思いますか？その理由と想像の結末を知りたいです。アメリカの海軍大将にあたる人かなんかが、確か2028年までに台湾有事が起こるって言ってるんですよね。なので台湾有事というのが何かっていうと、中国が台湾を攻めることというふうに一義的に言われているのですが、中国が台湾と呼ぶ地域に八重山諸島は含まれています。なので中国が台湾を取りに行った時には八重山諸島の自衛隊のレーダー基地もぶっ壊すし、八重山諸島も取るという意味です。なのでそこで行くと完全に戦争に巻き込まれておるので、2028年までに 80% 戦争が起こるのではないかっていうのがアメリカの海軍大将の予想で、僕もそれはあまり間違いではないのではないかと思っているのが、結局そのロシアがウクライナを攻めたんですけど、結果としてロシアって制裁まだ受けてないんですよ。もともと経済制裁されてる状態で多少厳しくなったんですけど、でもロシアってそういうもんだよねっていうんで普通に生活できていて、ロシア・ウクライナ戦争はまだまだ続いてるんですよ。っていう状況でいくと、中国が台湾を攻めたとしても西側諸国は中国にそこまで強い制裁は与えられない。で、アメリカがガチで中国攻めるかっていうと多分やらない可能性が高いんですよ。トランプ大統領が勝っちゃった場合、トランプ大統領ってアメリカが世界の警察をやるのをやめるっていう判断をした人なので、ロシア・ウクライナ戦争の仲裁にもアメリカ入らないし、台湾と中国が戦争したとしても、それは間に入らないよっていうタイプの考え方をしている人だと思うんですよね。もちろん想像なんですけど、なのでそうなると中国は台湾を攻める、結果として日本は戦争に巻き込まれるっていうのは可能性としては結構高いのではないかなというふうに僕は予想しています。そうなるかならないかっていうのは日本人個人が止めることはできないので、そうなった時に大丈夫なような状況にどうするかっていうのを各日本人の方々は考えた方がいいんじゃないかなと思います。なので僕は日本以外に生活拠点を持っています。日本にも住めるし、日本以外のところにも住めるようにしてます。はい。僕の知り合いだったり家族だったりとかが日本にいたくないなと思ったら日本以外にフランス住めるよという状況にしてるっていう感じですね。はい。中国とアメリカどちらの方が戦争が強いですか？戦う地域によります。アメリカが中国に攻め込んで中国に勝つっていうのは不可能です。その国が負けを認めるかどうかって陸上戦で決まるんですよね。空からいくら空爆したとしても別にもうバンカーとかに隠れてしまえば俺たち行けるぜって言い続けるっていうのになってしまうんですよね。なので地上戦になって兵隊を送り込んで、そこで相手の政府なりの偉い人を全員ぶち殺すとか、もしくはその国民の士気を折るっていうのができればいいんですけど、残念ながらアメリカの全員が攻めても人数少ないんですよね。中国って交渉10億人で下手したら12億人ぐらいいると言われていて、なのでアメリカ人がじゃあ1億人の兵隊を売り込んだとしても1人で10人殺さないといけないんですよ。でさらにじゃあ見かけた民間人を全員殺していいのかっていうと、それやっちゃうとアメリカ兵が民間人を殺したって言って世界中からブーイングが来てしまうので、なので兵隊しか殺せないという状況になるんですよ。でもそうすると兵隊の格好をしていない兵隊、便衣兵って呼ばれたりするんですけど、要は民間人のふりをしていてアメリカ軍の基地に爆弾持って突っ込んでくるやつとかっていうのが出たりすると、もうどれを殺さなきゃいけなくてどれを殺しちゃいけないのかっていうのが分からなくなってしまって割と混乱するっていう状態がずっと続くんですよね。基本的には陸上戦になって中国に勝てる国はないと思います。はい。圧倒的な人口で押さえつけるっていう形か、もしくはその海外からの世論を全く信じないっていう、イスラエルとかがそのパターンなんですけど、もう海外からいくら言われたって知らねえよ、俺たちはガザを潰すんだって言って、ガザで180万人の人たちが結構半分ぐらいはこのまま行くと亡くなってしまうんじゃないかって言われてるんですけど、もう知ったこっちゃねえやって言って攻めるっていうパターンぐらいしかないので、なのでどこの地域をどちらが攻めるのかっていう話だと思います。逆に中国がアメリカに攻めて勝てるかっていうと、5億人の兵隊とかを送り込むと結構アメリカ全土を抑えることができるかもしれないので、なので中国の方がやっぱ人口多いから最終的には強いよねっていう気がしますけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。